どうも、クッキーでーす。どうも、トイです。ともやくん、これ見てください、こちらを。あ、すごいフィギュアの量ですね。いや、裏面じゃないんだよ。裏面も確かに、歴代のね、フィギュアーツゼロの、フィギュアが載ってるんですけど、裏面もいいんだけど、今回は、なんでその視聴者目線にならないの？いや、すいませんね。これですよね、やっぱりね。見えてるかな？おー、すごい。はい。でもこちらは何ですか？これルフィたちの、いや、アホな。小学生以下やで、ほんま。こちらジャンプのね、はい、年末に出た最後の号と年始に出た最初の号の絵をこう合わせるんですよ、真ん中で。そうするとこんだけでっかい、ポスターになるんですけど、すごいね。いや、このワンピースのさ、カラーイラストすごいいいのはもちろんなんだけど、いろんな秘密が隠されてるんじゃないかとね思ってちょっと探してみたんですよ。はい、まずここに今出てる通りなんですけど、麦わらの一味が人名が加わって、総勢今10人体制ということで、そうですね、なってる初のね、ちょっと豪華なイラストにはなるんですけども、はい、どうですかこれを見てパッと。いやー、なんかブルク口からめっちゃ黄金出してますね。いや、それ逆やから。ブルクこっちか。違ったね。びっくりしたね。今からドクロに触れるのにびっくりしたね、今。はい、でこれをね、どう読み解いていくかっていうのは人それぞれ解釈が違うと思うんだけど、僕はなんかね、もう豪華だなっていうこと以前に、気になることがあって、何ですか？こちらまずご覧ください。100話の伝説は始まったということで、これ似てると思いますでしょ？確かに、肉とかそっくりな構図ですね。そう、これジャンプの最新号の56合併号の巻末コメントあるんですよ、小田先生の。その下の方にジャンプ SBS ってコーナーがあるんですよ。ほんまや。あんまこれ知ってる人いないかもしれないですけど、でこれワンピース第1000話記念ポスターは第100話掲載時の関東からの絵柄をオマージュしている担当内藤って内藤さんが、はい、公式でちゃんとこれオマージュしてるものですよっていうことになってるわけですね。そうですね。だから1巻と61巻みたいなもんですよね。そうそう。たびたび幸田先生の対比の構図のイラストを描かれるんですけども、やはり意味合いを多少なりとも持たしてるんじゃないかということで、今日は2人でね、この違いを見つけ出そうと。もう10個見つけるまで帰れませんみたいな。なるほどなるほど。その中でこういう展開のためにこういうことをわざと書いてるんじゃないかみたいなことを考えたいなという。わかりました。まずね、これをやりたかった理由の一つが、ドクロですよ。ドクロ。そう、後ろに映ってるドクロが、なんでこれ最初気づかんかったんだろうと思って、笑ってんのよね。これはね、違いじゃないんですけど、2つの並びでね。両方とも笑ってるってことは、もうあえて笑わせてるわけじゃん、これ絶対に。確かに。そう。そしたら、今僕たちは、ジャンプの内容までちょっと触れるから、ちょっとコミックス派の方とか、アニメ派の方はご注意くださいね。ラフテル、笑い話っていうことは、もう分かっちゃってんじゃん。笑ってたね。一昨年のスタンピードの時から、ラフテール、笑い話ということはもう分かっちゃっているわけで、ロジャーたちもラフテルにたどり着いた時に笑ってたと。ね、おでんも言ってたわけで、そう。だからもう第100話のこのドクロの時点から、ワンピースっていうロゴの真ん中に書かれてるでしょ。だからワンピースなんですよ、これがそもそも。なるほどね。だからワンピースの正体実はこれなんですっていう感じ、僕はさ。それはちょっと弱すぎひん？いや、このドクロがとんでもないことになると思うんだけど、そもそもワンピースとはこのドクロのことであるっていうのはなんとなく後でこじつけ的に加わってくるはずなんですよ、僕からしたら。なるほど。で、オズの魔法使いみたいに、そのゴールした先の果てっていうのがね、その仲間たちの絆だみたいな、それがワンピースだドンみたいな終わり方は小田先生は絶対嫌だっつってんじゃん。そうですね。ちゃんと冒険したんだ、そのご褒美的なものがあると。確かに確かに。はい。で、そうなった時のご褒美がこの金銀財宝って言われても、割かし納得いくと思うんですよね。海賊といえばね。そう。だからお宝がちゃんとそこにある。だから、それが、なんと、ドクロの口から出てるんだよね。この辺も多分すごく大事な部分だと思ってて。なるほどね。ルフィにとってみたら、そのお宝っていうのは、肉とか、ね、そういうものなんで、ルフィは肉を食べてるわけじゃん。確かに確かに。だからそれが最後の、実はラフテルにたどり着いた時の情景を結構表してるんじゃないかなと個人的に思ってるんです。なるほどなるほどなるほど。はい。じゃあ僕言ったんで次、東也くんどうぞ。これ僕はですね、やっぱりね、これすごい気になるところがあって、これサンジ、これ魚持っとるじゃないですか。僕、これ、ピンク色というところがね、やっぱりね、すごいね、注目ポイントだと思うんですよ。なるほど。皆さん今このピンク色で、鱗があるやつって言ったら、今何を思い浮かべますか？ピンク色で鱗？そう。桃之助？そう、桃之助なんですよ。これ桃之助？いや、ちゃうんやけど、食われんの？いや、食われへんねんけど、
これ桃之助をこれサンジと実は関わってるんだよみたいなことを言ってるんちゃうんかなみたいな。桃之助って今小さい竜で何も役に立たなそうじゃないですか。でもあいつってどうやってこれから強くなんねんって言った時にジェルマの科学力で大きくなるんちゃうんかなみたいな、そういうノリをこれ相手1000話でもう一回書くことで示してるんちゃうんかなっていうことを、まあ、0.2 秒ぐらい思ってましたね。もう思ってないんや。もう思ってない。まあ僕はじゃあこの魚の話が出たんで、魚に関しても考えてみたんですよ。はい、この形どっかで見たことあんなと思ったんですよ。はい、シャチホコなんですよ。ちょっとシャチホコの画像出しますね。名古屋によくあるやつね。よくはないんやけど、天守閣もね、ついてたりするから。はい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 。この逆反りの形に似てるなと思うんですよ。確かに。で、これなんでまたシャチホコだと思えるかって、まあ個人的に思う理由があって、はい、ここに写ってる麦わらの一味、金持ってるんですよ。確かに確かに。そう。例えば、フランキーだったら首にジャラジャラ巻いてるやん。そうですね。金持ってるし。で、ジンベエ、剣持ってるし、金の宝剣ね。そう。じゃあ、ブルックは金の要素あんまないじゃんって思いがちなんだけど、髪の毛が金になってる。王冠も金やしね。そう。ルフィは服が色替えして、確かに。黄色になってたり。赤から金になってるね。そう。で、まあ、ナミちゃんも普通に持ってんや。王冠持ってたり、腰に金の巻いてて。これも見てほしいんだけど、その100話の伝説は始まったの時の絵は、ナミちゃんは、この腰とかその首のところには、金のネックレスとかつけてないんですよ。あ、ほんまやね。そう、でも、新しくなった方は金だらけなんですよ。確かに。これもグレードアップしてるんですよ。じゃあ、サンジ見た時に金ないんですよね。だから、これは金のシャチホコっていう意味なのかなっていう風に深読みをしたんですよ、これは。まあでもサンジ金髪やからね。まあそうそうそう。でね、持ってるものにちょっと注目して、僕、もう一個言いたいことがあって、はい、これ今何人写ってますか？ 10人。って思うじゃん。はい、俺はね、見えないもう一人写ってると思ってるんですよ。どこに？はい。エース。よく見てほしいんですよ。チョッパーの持ってるもの。おー！エモ！これエモくないですか？ここの、これ。エモ！実は、チョッパー、エースのね、ネックレス持ってるんですよね。すごっ！そう、持たす必要ないじゃん。確かに。そう、持たす必要ないし、どっちかって言ったら金のネックレスを持たした方がぽいよ。確かに。そう。このお宝の中だったらちょっと弱そうな。そうね。ネックレスを持たすっていうのは、エースの意思をちゃんとね、ここに表してるんじゃないかなって、思えるんですよ。これいいでしょ。はい。じゃあなんか次、トヤ君のあっと言わせる。次はですね、違いを。まあこれ皆さん、骸骨もう一回見てほしいんですけど、これ骸骨、実は1000話の方、鼻毛生えとるんですよね。あれそれ、昨日僕ジャンプ界の最後に言ったやつ。まあ、とりあえず詳しく。これすごいんですよ。これ何かというと、これ鼻毛生えてる骸骨言うたら、これ笑っとるって言ったら、最後死ぬ時に笑っとったやつがおるんですよね。海賊王、ゴールディ・ロジャー。この鼻毛、ぴったりでしょ。そこでね、ヒゲと思ってる人多いと思うんですけど、鼻毛なんでね、ロジャーはね。これが、まあ、ヒゲなんか鼻毛なんかちょっと不明だけど、はい、でも明らかにちょっとロジャー意識してんじゃないかなと思うよね。そうそう。まあ、ロジャー最後殺される時にね、こうやってクロスになっとったから、刀もこうやってクロスに出てるし、まあ、これは明らかにロジャーであると。で、さらに僕もう一個気づいたことがあって、それが何かというと、これ口からめちゃくちゃ黄金出してるじゃないですか。はいはいはい。これ、ロジャーの能力ここで分かってしまったんですよ。何？ゴルゴルの実。ロジャーゴルゴルの密説。テゾーロの？そう。金を操れる自由の能力。だから、ロジャーは笑っとるんよ。だから黄金出しとるんよ。どういうことどういう意味？だから黄金を出してるんよ。ゴルゴルの実やから。でも映画オリジナルのあれ多分設定っていうか、と思うじゃないですか。でも、式とかも本来原作で出す予定だったのに映画に持ってったんですよ。ああ、なるほど。あれフィルムゴールドなんで、太田先生監修してるはずなんですよ。だから本来ロジャーの実はもっと大事なとこ出す予定だけど、映画に貸したるわということで、ゴルゴルの実ということで先に出したるんですよね。なるほどね。そう。ないとは思いますけども。はい。じゃあ、はいって言ってもうてるやん。じゃあ僕は一番最初に言った、その骸骨からまあ黄金が出てるから、これこそワンピースかもみたいなところに通ずるものがあるなと思ってて、これ仮にロジャーをオマージュしてるものだとしようよ。そしたらやっぱり海賊王の口から出てるものなんで、ちょっとまた信憑性が一段増すかなと思うんですよね。そう。だって明らかに変化してんじゃん、その100話の時と。そうですね。仲間が増えましたって、仲間がたくさんいるのはもう当たり前の現象やけど、このドクロまで変える必要あったの？いや、確かに。感じじゃん。はい。じゃあその出てるお宝の量も全然違うんですよ。ジャックポットみたいに。37が揃ってるみたいな感じじゃん。そうですね。そう、だからいよいよラフテルに近づいてるよっていうことだと思うんだよね。はいはいはい。そう。で、やっぱりルフィとかも昔はその赤い服に黒いマントだったのよく。そう。でもここ最近はもうロジャーってその赤いマントなんでそもそも。そうですね。でもいよいよ海賊王に近いやん。確かに。そう。で、俺がね、最後どうしても納得いかなかったアイテムが一つだけこの絵の中にあるんですよ。はい、何ですか？麦わら帽子。
ほう。そうワンピースのロゴの O の部分、左上に麦わら帽子があるじゃん。足されてんの？足された。なくてもいいじゃん。ね。だから、例えばこの骸骨が、ちょっとロジャーに匂わせるために、ちょっと鼻毛描きましたとか、ちょっとアイテムちょっとずつ変えて匂わせてます。いいじゃん。ルフィは麦わら帽子をかぶっているのにもかかわらず、ここに麦わら帽子をつけることがあんまり意味がわからなくって。なるほど。そう。しかも、本当にこの場所でいいのって思ってるんですよ。確かにね。そう。なんでこの、なんか、あえてこの位置なのかってことと、あともう一個思うのは、明らかにこの麦わら帽子だけ、太いんだよね。確かにね。そう、そのワンピースっていうロゴを書いたペンと同じなんか、多分だけどこのマッキーの感じ。わかる？ピューって書いたと思うんだけど、なんか不自然だと思うんだよ、これ。そうっすね。なくてもいいって思っちゃうんだよ。そう。だからここだけはどういう意味でこの麦わら帽子を置いてるのかがわかる。あいみょん好きになったんかな。なんで？ほら、麦わら帽子の君にってやつやから。いや、なんで2つあるんじゃ？2つあった方が好きとアピールできるやん。あ、そう。はい。まあ他にも細々して言ったら、背景を見ると、まあクジラが映ってるわけなんですけど、これはまあ100話の時にもいたクジラだと思うんですよね。で、カモメがちゃんと枠の外に飛び出してるっていうところとかも、なんかストーリー性を感じるじゃん。おお、時間経ったみたいなね。そう。ただこのでっかいタコみたいなやつはいないんだよね。あー、これ分かってしまったわ。これ、ワンピースの物語とすごい関係してるんですよ。これタコいなくなってるじゃないですか。ワンピースの世界で最強のタコを葬ったんですよ。氷像っていうね。だから、もうこれタコはもう100話の段階で氷像生きとってん。魚人島ナンバーワンの剣士として。で、タコ倒しました。タコいなくなりました。これクジラ。これクジラちょっと気も小さくなってるでしょ。これどういうことかって言ったら、これ同じクジラにも見えて、これ多分コクジラなんですよ。コクジラ？そう。これ、もともとはこれ多分白ひげのアンユやったんよ。モビーディックを。そう。で、それが今小さくなってる。どういうことか。これジュニアやん。何その適当な感じ。いやいやいや、これだから今後活躍してくれるんやなっていうことが分かるんですよ。だからまだまだ白ひげの意志は生きてるんだぞっていうことをここに書いてるんですよね。今日なんでその高田純次みたいなコメントなの？適当な。武田真治さん適当じゃないよ。いや俺全然言おうかちょっと悩んだけど、このクジラ大阪のナンバーウォークの中にあるクジラパークのクジラにめっちゃ似てる。わかるわ。写真は出てる。ごめん。俺めちゃめちゃクジラパーク出てくるよねこれ見ると。そうやな。まああとはね多分違うと思うんだけども、ジンベエがわざわざ剣持ってるから、まあ剣を有するのかなとか思ったら、まあそれは違うなと思ったり、ただやっぱりそのルフィが肉ってものを大事にしてるように、別にゾロは別に金銀に目がくらんでるわけじゃないから、ちゃんと刀を握りしめて、多分これ和道一文字だと思うから、やっぱクイナのこととか和道一文字は大事なものなんだなって手に持たしてる感で、あと一人金持ってない人いるんですよ。誰ですか？ロビン。ほんまやな。そうロビンはなんか宝の地図みたいな文献みたいなものを持ってて、多分この場所に来るためにこれを参考にしてきたんだと思うんです、ストーリー的には。なるほど。まあ、ロード・ポーネグリフを解読したようなもん。そうだから今ジャンプでもまさにニコ・ロビンだけは殺すなよみたいなことを確かに大事な感じ言われてるんです、そのポーネグリフの解読のためにね。そうだからロビンがここへ導くっていうことをちゃんとセンターに書いて示してるんだろうなっていうのはなんか感じましたね。どうでもいいけどロビンの服エロいね。僕もう一個気づいたことがあって。まだある？これゾロの衣装めっちゃ変わってません？変わってるね。これゾロ昔はなんかチンピラみたいなジャンパー着てるわけじゃないですか。ジャンパー？ジャンパーって何？でほら昔からちゃんとマント着てるけど、これゾロはなんかこの頃「おいチンピラですけど」みたいな。おるやんナンバでこういうの着てるやつヤンキー。なんでさっきからナンバ周辺ってでこっち見て、こちらなんかちゃんとしたあれちょっと海賊の雰囲気あるなんか船長っぽいもの着てるじゃないですか。これはゾロも覇王色が覚醒するっていう伏線じゃないでしょうか。おーっていうとこへ。おお、そうって面白いけどね。まあ実際レイリーも使えたからね。そうよね。なるほど。カラーイラストについての伏線謎回いかがでしたでしょうか。 It's an entertainment。 そうやっぱこんだけでかくすると見えてくるものもあるなと思ってて、無事ねもう1000話を突破したということで、本当にすごいよね。いやすごいよ。で昨日のねジャンプ回ももう10万再生以上されてる。ありがとうございます。えぐいよね。ありがとうございますね。本当に僕らも楽しんでレビューしたからね。じゃあ最後一言言って終わってください。はい、今年釣りバカ日誌も1000話超えます。よろしくお願いします。
はい、まだ1000話についての本編に感じた伏線謎も実は紹介したらあるんですよ。それも今日高評価が2000以上いったらまた1000話に関することと次の展開予想していきたいと思います。めっちゃ笑ってるやん。ドクロなのいいまだ終わらんで話しちゃっていいっすか？終わらんのなんかねちょっと調べたんだけど、はい、ドクロがそもそも笑ってるってちょっと不気味じゃないですか。もう普通に考えたらね。そうだからこんなことあるのかなと思って調べたんですよこれも。はい、そしたらなんかドクロ柳とか落語の中の演目みたいなのとかでもあったり、伝説って結構あるんですって。でどれも共通してストーリーで似てるのは笑うドクロを発見して、で笑うドクロって珍しいやんか、だから見せ物にしてお金稼いだろっていう。そうで「はい」って言って、まあわーってやったらみんなお客さんお金くれるでしょ。でもその大事な場面で笑わんかってんて。あら、それ困るね。そうだからなんでやってもう笑わんかったら切腹するって言っちゃってるから、笑わないから本人死ぬことになるのね。でその死んだ姿を見てどこも笑い出す。怖っ。そうっていうのが結構どのストーリーでもあったんだけど、これなんか似てるなと思ったら嘘つきノーランドの話に似てるなと思って。なるほどね。実際にお宝ありますよって連れてきた場所になかった。そうね。そうだから死刑になったっていうのも似てるし、だから本当に全部が落語のオチ、まあ笑い話になるような感じで物語進んでんのって思って。なるほど。どこまで考えられてんのと思って本当に。いやーね、もう本当これ笑えることやったらいいね、ラフェルついた時にね。そうそう。ちなみにその落語のオチとしては、その主人公が昔なんか切り殺したなんか惨殺した亭主がまあ卵屋さんだった。だから実はそのドクロはその卵屋さんの亭主のドクロやった。なるほどね。だから卵屋だけに気味が悪い話ですねって落とすらしいんだけど。気味ね。そう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 。マリーゴールドということですね。出た。小田先生好きやった落語みたいな。そうね。もうめちゃくちゃなんかこういうところを参考にしてるのかなと思うとちょっと楽しみみたいな。はい。終わる詐欺してめちゃくちゃ喋るよな、本当に。喋ってしまった。いや、これがね、1000話の魅力ですよ。そういうことです。また1000話について話します。これをお待ちください。僕も真面目に話します。チャンネル登録お願いします。それでは See you bye。東野いらんってコメント書かれそうやな。本当に。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんなんいきなり。でもしてね。そうそう、LINE スタンプリニューアルしたぞ。Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前はコヤッキーチャンネル。